うわー、いい状態ですね。バッチリです。この焼き色。うわー、いい香りしますね。最高の付け合わせができました。はい、こんにちは。シェフのファビオです。今日は鶏のディアボラ風と美味しいじゃがいもの付け合わせを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。鶏もも肉、じゃがいも、黒胡椒、白胡椒、おろしにんにく、チリパウダー、ミント、ライム、塩、オリーブオイルです。はい、それでは今日はリキュールで有名なコカレロさんとのコラボです。今日はこのコカレロクラシックを使って美味しい料理とそれに合わせたカクテルのペアリングを考えていただけないかという熱烈なオファーをいただいて今動画を撮っています。皆さんはコカレロ飲んだことありますか？このご依頼をいただいた時、僕はコカレロのことを知らなかったので、イタリア料理とのペアリングは難しいかなと思っていて、ぶっちゃけお断りしなきゃいけないかなって思ったんですけど、実際このお酒をですね試飲してみたら面白いお酒で、イタリア料理との新たな可能性っていうのを感じて、その場で料理もたくさん思いついたのでこの企画が成立しました。ということでいろいろ試作してきた中でも一番美味しかった肉料理をこれから早速作っていきます。はい、それではまずはですねスーパーで買ってきたこの鶏もも肉を開けていきます。で今日は骨付きでやっていくんですけど、もちろん普通のもも肉1枚でも大丈夫です。でまずはこの水分を取って、でまずは鶏もも肉のこの骨付きの掃除の仕方なんですけど、筋を外していきたいのでこの根っこの部分に包丁で切り込みを入れていきます。で本来は鶏肉っていうのは今ここバスって切られてるんですけど、この上にも一つパーツがあるんですね。なのでここで本当は切ってここから筋を抜いていく作業があるんですけど、今日はそれができないので、そういう場合はですねこの切れ込みを一周入れます。で切れ込みを入れると筋っていうのはここに集結しているので、見てください。この筋の塊があります。で骨付きの場合はこの筋をですねもうこうピンセットのようなもので掴んで引っ張ると筋が取れます。全部筋を取っていきます。でこの逆側にですねピンセットで引っ張るこの筋の取り方本当に気持ちいいんですよね。なので是非やりたい方はやってみてください。引っ張る。はい、そしたら今これが全部筋が取り外した状態で、この筋はですね普段冷凍しといて取り出しとる時とかにこれ一緒に入れていきます。はい、そうすると見てください。ちょっとなんかテーマパークとかにありそうなチキンの漫画肉みたいな状態になるので、こうするとですねこのかぶりついただけで本当に美味しい状態になります。あとは余分な油外すか外さないかはあなた次第で、あとはですねもう筋が全部取れてるのでここに骨が走っていて、でこの真ん中に関節があるので関節のところに包丁を入れると半分に切れます。はい、そしたらこれでドラムのもも肉と、あとはこの骨がついているところを骨だけ外していきます。はい、そしたら今皆さんが普段見てるこの鶏ももの一枚肉になりました。はい、あとはここに調味料をなじませていきます。まずは塩はまんべんなくです。まんべんなく塩で、裏側も同じく。そしたらですね今日のですね一番のポイントはこの胡椒を2種類使うということです。でこの胡椒を
2種類まんべんなく振ります。で今塩コショウしたんですけど、結構分かりやすいフライドチキンとか、テーマパークにありそうなこのチキンの結構分かりやすい味になります。で今日はここでちょっと南米チックにしたいので、ポップな感じにしたいのでチリパウダー、であとポイントになってくるのがおろしにんにくです。でちょっとやっぱおろしにんにくがこう入るとですね、パンチが出て美味しくなるんで、これを鶏にこうなじませてちょっともみもみして、でこの状態で一回落としラップして、この鶏肉にですね調味料をなじませていきます。で今日はですねもう流れで10分ぐらい置いて焼いていくんですけど、時間ある方は半日ぐらいですねちょっと漬け込んでから焼いたらさらに馴染んで美味しくなります。であとはじゃがいもはですね皮付きのままちょっと気持ち1センチぐらいの輪切りにカットします。でこのカットしたじゃがいもはもうこのままですね鍋に水を張った鍋に入れて、で鍋の中にだいたいこの水に対して 2% ぐらいの塩を入れて、ここでもう下味を入れながらこの後茹でていきます。今回使用していくこのコカレロクラシコの主原料のコカの葉がですね、南米のアンデス山脈で生産されていて、アンデス山脈をイメージした時に、そこでよく食べられている食材っていうのはじゃがいもが思い浮かんだので、鶏料理にはじゃがいもを付け合わせにしました。このリキュールをそのまま試飲してみると、まずはコカの葉ベースの甘い香りがあって、その後追って複雑なハーブ香があります。でその甘い香りにじゃがいもで、そのハーブ香に鶏肉を合わせた料理を作っていきます。今回はイタリア料理として完結させるために校内調理をして楽しめるペアリングを考えていて、ベースにはトマトジュースで隠し味程度にハバネロソースを加えることによってアラビアータのようなですねちょっと心地のいいドリンクをですねこの後作っていきます。はい、それでは先ほど準備したじゃがいもを加熱していきます。で今日はですねじゃがいもを加熱している間にもう鶏肉も焼いて同時進行で仕上がるようにしていきたいので、今このじゃがいもを炊いている間に鶏肉焼いていきます。はい、それでは軽くオリーブオイルを入れて、で冷たい状態から焼いていきます。でまずはこの骨付きの部分と、でこの通常のもも肉の部分は身から焼いていきます。でこれは今回ですねにんにくマリネしているのはこの身側なので、身側から焼くとにんにくのいい香りも立ちながら焼くことができるっていうのと、で今回筋を取ってしまったので気にすることはないんですけど、筋がめんどくさくてそのまま焼く場合はですね反り返りがあって皮がきれいに焼けない場合があるので、ちょっと身が温めてからひっくり返してやるときれいな焼き目がつきます。で最初はですね中火ぐらいで徐々にこの中の温度を上げていきます。それでは今もうすでにいい香りが立ってきました。温度が上がってきたのでひっくり返します。でこっちの骨ついてる方はそんなにもう気にすることなくて、全面ずっと焼いてたら火が入ります。でこの皮面下にしてこの状態でですねじっくりと15分ぐらいですね焼いていくと多分いい感じに火が入っていきます。で最初にオリーブオイルの量少なかったので、ちょっと少なかったら足す。でまだ今焼き始めなんですけど、もう温度が上がるだけですごいワクワクするようないい香りがするんですよね。いい感じです。である程度温度が上がってきたら、ここからですね重しをしてじっくり10分ぐらい皮パリパリにしていくんですけど、普通の家庭だと重しがない場合がほとんどだと思うので、そういう場合は、鍋とか
綺麗だったらそのままいいと思うんですけど、ちょっと汚れてたらここにアルミホイルとかクッキングシートを敷いて、そのままこう重しをするようにしてください。でここから重しをして、で今ずっと中火で焼いてたんですけど、ちょっとですねスパイスも入っていることから焦げやすいので、気持ち弱火ぐらいでこの音が出てることが大切です。この状態で10分ぐらいじっくり焼いていきます。で今重しをしている間にじゃがいもが沸いたので、じゃがいもが沸いたら弱火にして6分加熱していきます。はい、それでは今芋が6分経ったので一回ざるに引き上げていきます。で今6分加熱して8割方火が入ってるんですけど、最後にその鶏肉焼いてる方で一緒にフライパンで仕上げて、ちょうどホクホクに仕上がるような状態です。はい、それでは今10分焼いていったので鶏ひっくり返していきます。でひっくり返します。うわー、いい状態ですね。バッチリです、この焼き色で。今パチパチ跳ねてるのは少しですね、今もうパリパリに焼けてて肉汁が落ちてきて、その油と反応してパチパチになってるので、油が多すぎる場合は少しだけ掃除してあげる。でですね、鶏肉はこの皮面ひっくり返して身側をもう2割ぐらい入れれば完全に火は通っていくんですけど、火が入ってるかちょっと心配な方はですね、こういうお肉に串を金串か、なかったら竹串を刺して、で唇に当てて温まっている状態だったら火が入ってます。あとは刺して肉汁が出てきて、肉汁が赤くなければ大丈夫です。であとはですね、このお肉をしっとり焼き上げるテクニックとして、最後に先ほど焼いたここじゃがいも入ります。でこのじゃがいもを下に敷いて、でじゃがいもは焼き色をつけながらこの今焼いた鶏肉を上にのせる。でこの状態で少し焼いていきます。でオリーブオイルをちょっと掃除したので、油足して芋に焼き色をつけながら、上ではお肉を休ませて焼いていきます。はい、それでは今またしばらくちょっと弱火でじっくり焼いてって、じゃがいもにもですねしっかりと焼き色が乗ってきたので、もう美味しそうなポテトですよ。で最後にですね、もう今お肉も完全に火が入っていて、でこのじゃがいもに最後の極めつけです。今日ミント、これを加えて、で火を止めて最後にこのじゃがいもにミントをまとわせます。うわー、いい香りしますね。最高の付け合わせができました。はい、それではいい感じに仕上がったので盛り付け入ります。はい、いただきます。うん、美味しい。じゃがいもも甘くていいですね。これはドリンク単体でも美味しく作れているんですけど、今回あえて鶏肉はシンプルに焼いただけにしたので、その鶏肉と合わせることによってソースのような役割も果たしていて、一緒に食べると鶏のこの料理の美味しさが最大限に引き出されるっていう料理になっています。
最後にじゃがいもに加えたミントの清涼感とドリンクの方のライムの皮の清涼感がですねすごく合っていて、南米のような楽しい感じが出ていてかなりいいです。で最後にライムの果汁をですねこう先ほどもかけたんですけど、かけながら食べるともう最高ですね。ですね、お酒が飲めないよって方はですね、トマトジュースとライムとハバネロだけでもペアリングはできます。ネットでおすすめの飲み方を検索するとエナジードリンクとかコーラとかトニックウォーターで割ったカクテルがたくさん出てくるんですけど、僕個人がですねこのトマトジュースベース以外でおすすめだったのがヨーグルトパインだったりとか無糖紅茶だったりとか、あとはカルピスベースで作ったカクテルもすごく美味しかったですね。はい、ごちそうさまです。まだこのコカレロリキュールを試したことがないという方はですね、今日の料理と合わせて一緒に作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。